ビフォーアフター花壇編です。もう花壇になってたら字面だと一緒になっちゃうんで、植物がちょっと増えすぎて邪魔になっちゃって、パッとまんまできる空間を手入れももうこの花壇の中だけメリハリをはっきりつけたんで、楽しみながら作っていくっていうか、そういうお庭になったと思います。おはようございます。金井隆一です。今回はですね、ビフォーアフター編、花壇編です。花壇っていうのが庭の中の景観の一部として、アクセントとしてそこにちょっと緑を植えるとか、そういう感じで花壇を作ったりはします。でまたあと、管理しやすい位置とか、高年でなりますとちょっとあんまり低い位より高めに作業しやすいような、そのお客様に応じた形で高さを変えたりで形を変えたり、いろいろしておりますけども、今までやった施工の部分総集編として、ただ作業風景がないんで、ビフォーアフターという形で何か参考になればと思っております。ではどうぞ見てください。はい。設備屋さんの事務所ということで、ご依頼がありまして、建物周り、敷地周りをちょっと整備していこうかなという。事務所らしい雰囲気もちょっと作って、緑を入れて、そういう雰囲気に作っていきたいと思っております。建物際は事務所としてこういうモダン的な洋風感的なあれなんで、レンガでちょっと花壇風縁を取ったりアクセントをつけたいと思ってます。じわっと水が染み出てくるやつ。結構重要です。事務所というか、ちょっと面白い洋風の建物にデザインになっておりましたから、建物際だけはちょっとレンガ色と、それからちょっと植物を多めに入れた形で、一般住宅のような雰囲気に。ここもちょっとある程度つなげてほっときゃ冠水じわーっと染み込むような感じで、ちょっと事務所にいる間に水を吸った時にもひねっとけば2、30分ぐらい、もしくは1時間ぐらい出しとけば冠水できますから。一般住宅のお住まいの住宅じゃないんで、一つの事務所とおよび倉庫ということを兼ねたスペースの空間で、その中で、少しでも造園的な空間で、少し柔らかみを感じるような駐車場になったかなということではいいかなと
思っております。はい。個人のお宅で、はい、道路から一段2メーターぐらい高くなって地下車庫があるお宅で、このように非常に植物はお手入れを全部自分たちでなさってきれいに、こういう感じですね。ちょうど地下車庫がの上のスラブなんで、土ができないんで、この空間においてはこうやって鉢で楽しんでおられて、でどうしても植物がお好きなんで、鉢に入ってるやつもありますから、地下車のスラブを利用した上に、この上に一応レンガで縁を取りまして花壇にいたします。ここはもう今までこうやってプランターで部分的に置いてあったやつを全面的にも植物を通りからの目隠しにもなりますし、ここからもう4メーターぐらい、この辺ぐらいまではもう花壇、そのぐらいの量の植物が鉢にいっぱい入っておりますから、一応今4、5段になりますから、このぐらいの状態にはなります。はい。ここはポイント的に植木が入ってますけど、前からあったお客様、あとは手前の方は一年草のやつを植えて楽しんでもらうって、もうこのプランターなんかもほとんどそうですし、お客様のこう組み合わせたっていう形ですね。一応レンガいろいろ種類を使った形で、レンガを主とした形で一応構成しました。人が集まって、いろいろバーベキューやったりピザやったりという形で、人が集まってコミュニケーション的なものはそういう場になったと思います。はい。植物だらけになって手入れするのが大変つうことで、お客様が植木が好きで植物がいろいろ種類がありまして、もっと空間的にちょっと植物の面積、花壇の面積を少なくして、動けるエリアを広くしたいということで。地図が結構あるんですけど、どうしても庭の空間の面積をちょっと取りすぎてあるんで、植物の植える面積をちょっと少なめにしていくっつう形です。これ石なんかも結構石組みの出てきてんで、ちょっと石組みなんかも剣がちょっととんがってるやつはちょっと寝かしたり。植物がちょっと増えすぎて、移動空間においてもちょっと植物で結構邪魔になっちゃってるという部分があるんで、生活空間としてちょっともっと広くしていきたいと思っております。
多分香木あってあった上で植物を植えたんで結構混んじゃった状態で、一応植物の植え込みと広くするスペースを区切れば結構で、やっぱり今までアプローチなんかもちょっとそこから草が生えたり、アプローチを草が生えるとどうしてもアプローチが狭くなっちゃう。だから今回エコグローブを使いまして雑草を抑えるという形にしましたから、今こんだけの広さ空間的に保っていけると思います。こう手入れももうこの花壇の中だけ石組みの中だけをやっていけばいいわけですから、この石なんかもほとんど組み倒したんですけども、今まで和の雰囲気でだったんで、それをできるだけ寝かした形の柔らかみのある、伏せた感じの据え直したんですけど、日本人の場合は立ち石的にこう石の造形的なものを使うことが多くて、伏せるっていう形で使っていくと、今の植物に合う雰囲気にはなります。今までちょっと植木が結構邪魔してどう植えてもバランスが合わないとかそういう問題があったと思うんですけども、今こうすっきり花壇とアプローチメリハリをはっきりつけたんで、これからなんかお庭を楽しんでいけると思います。楽しみながら作っていくっていうか、そういうお庭になったと思います。ちょっと地形的にデッキがあって、その下に庭があるんですけども、高低差がある住宅なんで、その庭もちょっと活用できないと、スペース的には我々が見てもちょっともったいないなと、空間的にもっと利用価値ができるような感じのスペースにしていきたいと。今でも結構鉢に入れてデッキでコンテナガーデンを楽しんでおられますけども、まだまだ空間的に下が使えるんで、そこにも花壇を設けて楽しみたいという意向があります。デッキの上から下に降りて、下に置いても活用できるような空間にしたいという。だからやっぱりここが階段なんでオープンで行き来しやすい、広々とさせないと無法の使い道が悪くなるんで、今までちょっと花壇になってしてたんですけど、どうしても字面だとそういうなんか一緒になっちゃうんで、立ってできる形の高さぐらいの、そうすれば上からストレートに向こうから見てもこの辺にお花が生えますから、上から見て平面的なそれからこっち出た時にここに目が映るということも、下だとここまで出てこないと、ここだと同じ植えても部屋からもデッキからもストレートに見えますから、ある程度一体感というような感じで構成になるかなとは思ってます。建物と合わせたような、庭作りっていう形の鉢だけじゃなくして植え込みもしたいというコンセプトにありましたから、花壇をしたっていうよりも立ったまんまできる空間、こちらの目線からも今
今の方からもお花が見える高さつうことも加味した上で、これはやっぱりちょっと一つの経として、まあ花台にしてもいいんですけども、まあ降りた時点でちょっと腰掛けられる空間つう形で一応、まあ直線でここをやって、そうするとなんかあんまり変化がないんで、ちょっと変化をつけるためにこうくぼみをつけて、そうするとちょっと奥行きがあったりので広く感じたりしますから、単調にならないっつうことです。今までの状態で湿気ててもったいない、空間的にこんだけある。今までのマイナス面をプラスに考えた施工がやはりこうやってできますから、空間の面白さがここで出たと思いますけど、階段一つ降りることで別世界、今度空間の違い性がこうデッキねって出ますから、まあそれを逆に楽しめる感じだと思います。はい。前は石だけで径を作られた庭なんで、あまりにも、形跡が多いっていう形、ちょっとこの石を利用しながら、植物が小さな植物が好きなんで、ロックガーデン風に庭をちょっと変えていこうかなとは思ってます。はい。ロックガーデン風に石を積み上げた形、また正面に置いても積み上げた形で径を作っていきたいと思っております。広いスペースにしたいと。今までちょっと歩くのにぶつかったりないといろいろと障害がやはり全部が石になってしまった。植物があった時にはそれなりの径の雰囲気には出てたと思うんですけど、もう樹木がなくなっちゃうとちょっと石だけのゴツゴツ感だけが出ておりまして、本来だけどお客様自体も植物が好きなんで、私は今度はロックガーデンという形で植物を楽しんでもらおうかなと思っております。はい。とにかくお客さんの要望として広々とした形にあるもので全部構成していこうという考え方で、ここにあった石で段積みで植物も結構地比類を植えてありましたから、それをポケットに入れてロックガーデン風の雰囲気にお孫さんが来ても今まで石でつまずいたりな僕だとある程度遊べる空間にはなったと思います。あとレッドルビーも高かったんだけどちょっと少し抑えて、で管理しやすいし、これだったら、自分でつまめる程度高さこうしとけばいつでもハサミでつまめるんで、ちょっとやっぱり植物だけの世界になるとやっぱそれに対しての管理でも気使うっていうこともなってきますし、もう今は植栽する部分分けた形で空間ができましたから、生活しにくい部分が改善されたということにおいてはお客様は喜んでいただいていると思います。あるものである形のものを作っていくという、お客さんにとってはちょっと邪魔な石を、邪魔じゃなくなった径の石として使っていった、一つの例としてご覧いただければと思っております。はい、以上です。